皆さん、こんにちは。今日は日本人が現実世界であまり使わないアニメの言葉をご紹介します。皆さん、日本語はどうやって学んでいますか？アニメを見て日本語を学んでいる人って結構多いと思います。もしね、私が日本語学習者だったら、アニメをたくさん見て日本語を勉強するだろうなと思います。私はね、結構日本で日本語の学習者さんと会うこともあるし、海外でたまたま日本語を勉強している人と会って日本語で話すことがあります。やっぱりアニメを見て日本語を学んでいますっていう人は多くて、人によっては日本に来たこともないのに日本語がペラペラな人もいて、アニメの力ってすごいなって思います。でも実はアニメのセリフってかなりアニメ向けに作られているんですね。だから現実世界の日本人とはちょっと違う言い方、話し方をすることが多いです。だから話をしていて、ああ、この人アニメで日本語を勉強してるなってすぐにわかることがあります。それはもちろん悪いことではないし、話をね、できない、すごく恥ずかしくて言葉を出せないっていうよりはすごくいいことだと思います。でもね、やっぱり日本人にとってはアニメの言葉はちょっと違和感があるから、皆さんにはもっとナチュラルな日本語もお伝えしたいと思います。だから今回の動画ではアニメで日本語を学習している人がよく間違える5つのアニメ言葉をご紹介しようと思います。チャンネル登録といいねボタンよろしくお願いします。まず1つ目が貴様とかお前ですね。どちらも意味としてはあなたという意味です。初心者さんで特にアニメをよく見る人が使いやすい言葉ですね。アニメでは実は結構使われています。だけど現実世界ではめったに使わないです。まずね、貴様っていうのはあなたという意味の中にすごくネガティブな意味が込められています。具体的には、例えば嫌いとか恨みがあるとか、そういう意味が込められているあなたという言葉ですね。相手を罵る言葉です。罵るっていうのは相手を悪く言ったりとか見下したりとかっていう意味ですね。お前はそこまで悪い意味はないです。現実世界でも結構使う時はありますが、日本語をね、学習中の方はほぼ使わないと思います。なぜなら印象がすごく悪いからです。日本人のイメージとしては、例えば旦那さんが奥さんに対して「おいお前」って言ったりします。あるいは男友達同士が「お前さ」とかって言ったりします。結構乱暴な言葉なので使うのは大体男性です。女性が言ったらかなりボーイッシュなイメージにはなります。ただしこれはすごく見下した意味があるので、言われた人はすごく怒ることがあります。もちろん年上の人とか目上の人には使いません。同じくらいか自分より目下の人に対して使う言葉です。アニメではね、結構生意気な少年とかがすぐに使うような言葉ではあるんですが、現実では本当に言わない方がいいと思います。日本人同士でも最近はよく話題になったりする言葉ですね。特に奥さんが旦那さんにお前って言われるのがすごく嫌だから名前で呼んでみたいな。日本は結構男尊女卑、男の人を持ち上げて女性が一歩下がって見下されてっていう文化が強かった国なので、こういうね、お前って言われることに対する女性からの意見っていうのが最近取り上げられるようになったりしています。はい。次がですね、クソっていう言葉です。クソ。本当の意味は皆さんわかりますか？まあ、うんちですね。
英語とかだとシットっていう言葉がありますよね。それと同じような言葉ではあるんですが、使われ方は英語とは結構違うなと思います。日本人は現実世界ではあんまり言いません。アニメでは結構男の子がね、クソーって言いながら悔しがったりとか、クソがみたいな感じで相手を罵ることがあったりとかすると思います。英語でも結構汚い言葉と言われていると思いますが、日本語でも同じです。すごく汚い言葉ですね。私は本業がライターなんですが、シナリオを書くときもあります。で、そのシナリオを書くときに、クソっていう単語は NG、使わないでくださいって指示があるときも珍しくはないです。それぐらいね、汚い意味だし、聞いていて気持ちのいい言葉ではないですよね。ただ、若者言葉でクソじゃんとか、クソだねっていうことは現実世界でもあります。あとは、畜生っていう意味で、クソって悔しがることとかもあります。汚い言葉ですが、使う若者はいます。ただ、英語だと、やっちゃったみたいな、あーっていう時に、shit って言うと思うんですね。そういう使い方は、日本語ではあんまりしないです。アニメでは多いですが、日本語ではあんまり言わないですね。もしね、使うとしても、日本語がすごく流暢になったなと思った時に使うことを強くお勧めします。すごくね、印象が悪い言葉だし、使い方を間違えたら相手に喧嘩を売っていると思われてしまうかもしれません。言語をね、学び始めると、まずスラングを使いたくなる時ってあると思うんです。それが言えたら、その国の言葉に染まっているような、そういう気持ちになったりしますよね。日本人だけかな私も英語を学び始めた時は、What the hell? とか、そういう言葉が言えた方がかっこいいような気がしていましただけど、あんまり英語が話せないのに、スラングばっかり言ってたら、ダサいですよね。それに綺麗な言葉を使った方が印象はいいので、皆さんはね、ぜひ気をつけてください。はい、次の言葉が、お前はもう死んでいるです。このセリフ聞いたことはありますか？私は日本語学習者と話をするまで聞いたことがありませんでした。北斗の拳というアニメのすごく有名なセリフらしいです。私はね、このアニメを見たことがないのでわかりませんが、アニメが好きな人は特に外国人はよく知っているセリフらしいですね。ただ、日本人の間ではなかなか出てこないというか、出てきたことがないセリフです。学習者さんはね、冗談のつもりで言っているセリフかもしれませんが、日本人に言うとかなり驚かれると思います。北斗の拳ってかなり昔のアニメですよね。だから特に現代人は知らないことが多いと思います。そもそもね、お前はもう死んでいるってすごく不気味なフレーズですよね。知らない日本人にとってはかなりびっくりするようなセリフだと思います。なんで今それ言ったのみたいなそういうセリフだと思うので、日本人が知っていると思ってそのセリフを言うのはおすすめしません。日本人って本当に教養のようにアニメを見ていますが、だからといってみんなが同じアニメを見ているとは限りません。だから相手との共通言語になるかどうかはわからないです。もしね、アニメのセリフとか冗談を言いたいんだったら、先にそのアニメを見ているかどうかを確認した方がいいと思います。はい。次が、なんとかだぜっていう語尾ですね。なんとかだぜってアニメではよく聞きますね。でもね、現実世界ではなかなか言わない語尾です。日本語って語尾を変えるだけで話している人の性格とか性別とか印象を変えやすい言語だと思います。例えばね、なんとかだぜは基本的には男の子らしい語尾です。
だから女の子が使ったらかなりボーイッシュに聞こえる語尾ですね。じゃあ逆に女の子はどういう語尾を使うのって言ったら、なんとかなのよとか、なんとかですわよっていう言い回しがあります。これはすごく女の子らしい語尾です。じゃあ男の子が使ったらどうなるのって言ったら、おねえって言われることが多いと思います。女の子らしくて可愛いではなくて、おねえ、おかまとかとも言われますね。女性らしく振る舞う男性は結構現実世界でも彼すごく可愛いのよみたいな、そういう使い方をすると思います。なんとかですわよはかなりお嬢様という印象なので、現実世界ではほとんど使われないと思います。じゃあ現実世界ではどういう語尾を使うのかと言ったら、なんとかだよ、なんとかなんだ、なんとかね、なんとかじゃん、そういう感じの言い回しがあります。ただこの語尾の使い方って皆さんにとってはすごく難しいと思います。というのも、このタメ口の語尾って使い方をちょっと間違えるだけで印象がすごく悪くなるんですね。喧嘩を売っているのって思われたりとか、見下してるのって思われたりとか、もしかしたら相手を怒らせてしまうかもしれないので、すごく注意してください。例えば、あなた学生だよねって文法としてはおかしくないですよね。でも、これだとね、場合によってはすごく失礼になります。なぜだと思いますか？理由としては、あなた学生だよねって言うと、あなた幼く見えるから学生でしょとか、どうせ学生でしょっていう意味に聞こえてしまうからです。見下したような感じですね。そんなこと言ってないのになんでって思いますよね。でもそれが日本語です。語尾が一つ違うだけで、その言葉に入っている意味がすごく大きく変わる時があります。特にね、なんとかだよねっていう時はほとんど確信している時です。だから文脈によってはすごく失礼になります。あとね、ちょっと慣れ慣れしいです。これね、日本語の学習者さんは本当に気をつけてほしいです。特に敬語を卒業してタメ口を勉強し始めた人がタメ口を使いたくて間違った言い方をしてすごく慣れ慣れしく聞こえることが多いです。慣れ慣れしいってわかりますか？特に仲がいいわけでもないのに打ち解けた距離の近い友達のように接することですね。日本人にとって敬語とタメ口の差はかなり大きいです。で、さらにそのタメ口の中にもレベルがあります。フレンドリーなタメ口もあれば、すごく慣れ慣れしい距離感が近い。だから嫌だなって思わせてしまうぐらいのタメ口もあります。日本語学習者さんは慣れ慣れしいタメ口をね、冗談ですることもあります。日本語のね、上級者さんになると、慣れ慣れしいタメ口をわざと使う人もいると思います。それがわかるときには、日本人はすごく笑ってくれると思います。あなたの話し方すごく面白いね。日本語上手だねって言って笑ってくれると思います。でも外国人の日本語に慣れていない人は、なんでこんなに失礼なんだ、なんでこんなに慣れ慣れしいんだって怒ってしまうこともあると思うので気をつけてください。迷った時には敬語を使ってみてください。はい。なんか最終的に敬語とタメ語の話になっていましたが、今回はアニメらしい言葉で現実世界では使わない言葉をご紹介しました。アニメらしくて現実世界でも使うって実はあんまりないと思います。今思い浮かばないですね。だからアニメは日本語の聞き取りの練習とか楽しく日本語を勉強するためにはすごく便利だと思います。でも実用的な日本語を学びたいのであれば、こういうポッドキャストをよく聞くとか、日本人と直接話をして意見ももらうとか、それが
すごくおすすめです。私の動画ではいただいたコメントにはすべてお返事をしています。だから恥ずかしがらないで、ぜひ日本語を話す練習をコメント欄でしてみてください。ぜひね、こういう機会を活用してみてください。それでは今日の動画は以上です。最後まで見てくれてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。またねー。